高さを調節してます。自動昇降デスクなんですよ。高すぎたね。ようこそ、薬剤師の不正管理のハーピーです。この動画では僕の経験談を赤裸々に告白していく、そんなコーナーとなっております。第5回目なんですけど、トークのお題としましては、薬学部3年生における感想についてお話しいたします。で、これ先に結論言っちゃうんですけど、3年生はですね、定期試験が一番辛い単位なんですよ。なので、本日は試験の話とか勉強の話、あと最後に部活の話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、3年生にはこういうことが起こる可能性があるよということを皆様にお伝えいたします。皆様のね、知識となりつつ楽しんでいただける動画にしていきたいなと思います。それでは本日も行ってみましょう。それではまず薬学部の定期試験についてなんですけど、まず薬学部って6年間あると思うんですけど、定期試験が存在するのは1から5年生までなんじゃないかなと思います。で、最高学年の6年生に関しては卒業試験って言って、その大学のね、卒業を認めてもらうための試験に備えておりますので、定期試験はね、まあやんなかったかなっていうイメージですね。で、1から5年生まで定期試験があると、学年が上がるについて難しくなっていくと思うじゃないですか。ただこれまさかの真ん中に存在する3年生が一番難しいっていうね現状になってるんですよ。これなんでかっていうと、4年生とか薬学部のね後半になってきますと、実務実習であるとか研究室の活動が増えてくるんですね。4年生においては定期試験とは別に全国共通で行われる CBT っていう試験があるし、5年生は実務実習ある。定期試験の難しさっていうのはそがれているっていうか、科目に関しても少なくなってるんですよ。薬学部の低学年1、2、3年生に関しては学年が上がるにつれて難易度が上がっていくイメージでいいんじゃないかなと思いますね。はい。続いて定期試験の構成と難易度に関してなんですけど、まずこれ高校みたいな感じで、試験は中間試験と期末試験に分かれておりました。僕の大学は2学期制だったので、前期と後期に分かれていて、それぞれ中間と期末の試験がある感じですね。要するに1年間に、4回ですね、定期試験を受けるということでございます。で、科目数についてなんですけど、これ中間期末で全然違っていて、中間試験が10科目以下なのに対して、期末試験が10科目以上ですね。そうですね、3年生の時は12とか13科目ありましたね。で、強敵度合いをお示ししますと、これ最高 100% としましょうか。100% でその相手を倒せるとした時に、僕の感覚で言うと中間試験が 75% で、期末が 120% ですね。なので期末は一発で倒せません。再試が必要になったりします。はい。続きまして、定期試験における採試と取捨選択の話なんですけど、まず僕の大学では、採試のボーダーラインは60点でしたね。60点未満を取ってしまうと、採試を受けることになります。で、その名の通りで、採試っていうのはもう一回テストを受けれることなんですけれども、これテストをもう一度受けれないパターンがあって、それは再履と言います。再履修ですね。で、再履修のボーダーラインは30点未満が一般的なんじゃないかなと思います。その点数を取ってしまうと再試も受けることができず、次同じ科目を受けるのは自分の学年が上がった1年後にまた同じ科目を受けるんですよね。再履修を1、2年生の時に取っちゃうと、3年生でその科目を受けなきゃいけなくなってくるんで、3年生ってただでさえ期末12、13科目ある中で15科目とか受けたりする方も中にはいらっしゃったりするんで、そうなるとね、もう本当留年の危機なんですよね。ちなみにこの再履修っていうのを3、4科目取ってしまうと留年という形になりますので、なるべく再履というのは控えつつ、難しい科目に関しては再試に回すっていう方も中にはいらっしゃいました。で、ここで登場するのが取捨選択の話なんですけど、本当はね、取捨選択なんてやりたくないよ。誰もやりたくないんだけれども、科目数が多いだけになかなか勉強量が間に合わず、全ての科目の単位を一発で取るっていうのが先ほども言ったようにめちゃめちゃ難しいんですね。
なので、この科目は最新にますか、これは、この一発で取り切るかみたいな感じで、人それぞれ取捨選択の判断っていうのがすごい大事になってくるんですよ。なんか僕の友達で全部の科目に手をつけて、あんまりね全ての科目を勉強することができず、最試が10科目以上になった友達とかもいたりするんですよ。でその場合って最試ってね、また勉強しなきゃいけないのも辛いんですけど、最試は1科目について金額が発生します。これ僕の大学だと1500円だったんですが、一般的にはそうですね、2000円ぐらい今はね、するんじゃないかなと思うんですけど、10科目以上さ、最初取ってしまうと2万ぐらいのお金がかかりますよね。学生時代の2万円ってめちゃめちゃでかいじゃないですか。そうなると本当日々の生活が死活問題になってきますので、その面を考えても最終っていうのはなるべく避けたいので、取捨選択っていうのをね、せざるを得ない状況になってくるんですよ。めっちゃ辛いですよ。続いて僕の勉強スタイルなんですけど、学生時代の僕は自分ルールを決めてました。どういう感じかっていうと、試験って1週間ぐらいの期間で行われるんですけど、その試験がスタートする1ヶ月間はアルバイトの頻度を減らして試験にフォーカスする試験モードに入ってましたね。アルバイトの頻度を減らすってどれぐらいかというと、週に本当1回、多くても2回でしたね。本当試験の1、2週間前だと1回も入れてなかったことが多いと思います。それぐらい試験を僕はね一発で取りたい派だったんですよね。で一発で取ると本当にいいことがあって、もちろん最初を取ってしまうとお金もかかるんですけど、それに加えて自分の時間も奪われるんですよ。最初って本試験が終わった後の2、3週間後に行われるんですけど、その期間ずっと勉強と試験にまた囚われることになりますので、試験を一発で取るということは再試代が浮く、それ以上に時間も浮くというところで、なるべく1回で取れるようにもう1ヶ月間はアルバイトをねほとんどせずに勉強にフォーカスしてましたね。勉強する場所に関してなんですけど、僕は家で勉強できない派なんですよ。なので、よく勉強してた場所としては、大学に綺麗なね自習室があったんで、そこ使ったり、あとはパソコン室ですね。それ以外はカフェでやってました。この3つをですねぐるぐる回してたような気がしますね。結構場所に飽きが来ちゃったりするんで、カフェの中でもね何店舗か回ったりしてずーっとね勉強してました。で大体ね大学とかで勉強してると一緒の時間まで残ってる友達っていうのがいたりするんですけど、その方たちとちょっともう帰るかみたいな感じで一緒に帰って、飯食うなり試験つらいねとか、共感しながらですね切磋琢磨して、頑張ってたような、気がしますね。今思い返してみると、すごい勉強の継続っていうのは辛いですけど、いい思い出で、ございます。皆さんは普段どこで勉強されてますか？もしいい勉強スポットあったらコメント欄に記載していただければなと思いますね。一番良かったのはあれかな、パソコン室かな。やっぱり僕当時あんまりいいパソコンとかタブレット端末も持ってなかったんで、その授業を見返すっていう点で、そのパソコン室に行って、集中しながら勉強してたような気はしますね。それでは最後に部活動についてですが、定期試験が3年生で一番忙しいようにですね、部活においても一番大変な時期になります。要するに部活において一番メインの代になる年なんですよね。僕の場合はサッカー部に所属してたんですけど、3年生から部長とキャプテンを決めて、その方々を中心にチームで活動していくといったような形態をとっておりました。ちなみに僕は部長してたんですけど、当時の僕はあんまり表立ってチームを引っ張るっていうよりかは縁の下の力持ち的な感じで、陰ながら作業しつつ他大学とか、あと練習場所の予約とかチーム活動における業務効率化をするのが得意っていうか好きだったんですよね。なので部長やってました。今考えるとちゃんと仕事してましたね。はい。部活動についてもっと知りたいよっていう方は、最近ね部活動に関する動画作らせていただいておりますので、そちらご覧になっていただければなと思います。ということで最後短くなりましたが、3年生における部活動のお話でした。はい、ということで本日もここまで見ていただきありがとうございます。やっぱり今思い返してみても、勉強とか実習は3年生辛かったですし、部活もすごい忙しかったなと、総じて3年生はやることいっぱいあったなって感じなん
ですよね。どれぐらいだろう。そうですね。6年生が僕一番辛かったんですけど、次に辛かったのが3年生ですね。それぐらいね、忙しい時期にはなっておりますので、これから薬学部3年生を控えられている方はですね、心から応援させていただきます。ということで、本日の動画見ていただいてですね、参考になったなとか、初めて知った知識あったなとか、3年生ってそんなに忙しいのって思われた方、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れでした。